本日久々のですね、メルカリで購入した7万円のスティングレイなんですけども、現在まだマフラーがついているだけなんですが、日常で元気に走っております。その中で、なかなかカスタムが進められないんですけども、ちょっと気になったのが、ホーンの音が純正でミなんですね。それなので、今回はですね、半年ぐらい前に2000円で購入したヤンキーホーンをですね、つけたいと思います。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでもビッション。こちらは別体タンクとかではなくて、コンプレッサーが内蔵されている、もう本当に安いシンプルなヤンキーホーンとなっておりますので、設置場所とかもそんなに選ばなくても大丈夫だとは思いますので、なんとかね、このミの純正ホーンからパンパンとキレのいい音に切り替えていきたいと思います。今回のホーンはリレーも付属されているんですけども、もうすでに接続されている状態なので、プラスとマイナスの配線をですね、接続するだけで、本当にシンプルに取り付けられるので、もし純正のホーンでね、ちょっと安く音色を変えたいなと思う方なんかはいいんじゃないかなと思います。それではですね、こちらが2000円で購入したヤンキーホーンなんですけども、もしかしたら今はちょっと値上がりしてるかもしれません。ただ当時半年ぐらい前ですね、送料含めて2000円で購入しました。それで開けるとですね、このようにラッパ型の本になってます。それで本体の方に関しましては、このラッパ2つにコンプレッサーがついているような感じで、それでこちらが本体なんですけども、ラッパが2つ、こちらは樹脂製ですね。なので、あんまり熱には強くないかもしれません。以前、私、フェラーリホーンつけてたんですけども、そちらもフィアムとかのではなくて、フェラーリホーン風なクラクションをつけてたんですけども、そちらはワゴン R につけてたらですね、ラッパの部分、こちらの部分がですね、エンジンの熱で溶けてしまいました。なので、こちらもあまり排気のエリア、エンジンのエリアに近いと溶けてしまいますので、気をつけた方がいいかなと思います。ラッパ2つとコンプレッサーがついているんですけども、裏側見るとですね、こちらに一応リレーもついているんですが、リレーがすでにホーンにつなげられている状態なので、このリレーが果たしてちゃんと機能するのか微妙なんですけども、一応ですね、取り付けの方に関しましては、ホーンのプラスの配線にこの赤い線をつなげる。そして、こちらの黒い配線に関しましては、車体側のホーンの配線で、マイナスの黒い配線が出てる二極式の車両であるならば、プラスとマイナス、赤と黒を合わせてつければいいんですが、今回の車両の方は、プラスの配線しかなくて、マイナスに関しては、ボディーアースで電気を取っている仕組みのホーンとなっておりますので、こちらはボディーアースを取るような感じで付けたいと思います。適度な大きさはあるので、果たして収められるかどうかはちょっとわからないんですけども、なんとか収めていければなと思います。あとは付属として、ボルトナットが4本セットと、あとは L 字型のステーが付属されています。ミーだとね、ちょっとダサいので、このヤンキーホーンが果たしていい音なのかどうなのかっていうのも微妙なんですけれども、とりあえずつけてみたいと思います。はい、それではバンパーの方取れました。スティングレイに関しては、純正ホーンはここについているんですね。同じ型式のワゴン R MH21S や MH22S は、ここの部分でついているので、これ結構、スティングレイとワゴン R、フロント周りに関しては全然違いますね。これ、コアサポの形なんかも全然違います。なので、すいません。撤回します。私以前、スティングレイの顔とワゴン R の顔、そのままポン付けでいけると言いましたが、結構コアサポとかも変えないとダメかもしれないですね。そのままポンではいかないと思います。
そしてここの純正ホーンが、カプラーがここにあるんですね。これを抜きましょう。ここの 12mm で純正ホーンを外します。そうしましたら、ヤンキーホーンをどこにつけるかなんですけども、ワゴン R と比べると結構スペースはあるかもしれないんですが、取り付けるネジ穴がですね、ちょっと少ないかなと思います。場合によっては穴を開けるかもしれないですね。ちなみにエンジン周り00です。大変なことになってます。ここのカービン下の部分なんかもドリドリですね。これは大変だ。タペットガスケットカバーとオイルエレメントクーラーシールとこっちの中にあるクランクベアリングシールがおそらく漏れているんじゃないかと思います。K6A の3大オイル漏れ場所が全て漏れているフルコースでございますね。これはゆくゆくやりがいがあります。さあ、そうしましたら、まずこちらのステーを本体の方に取り付けちゃいましょう。こんな感じで付けるようですね。ボルトにワッシャーを通して、ステーをセットして、ボルトを通します。それでナットをつける感じですね。ここら辺は油圧もガナですね。じゃあこれをセットするんですけれども、ちょっとですね、固定する場所が見つからなすぎて、ちょっと苦慮してますんで、ちょっと模索したいと思います。とりあえずですね、今、ステーを使いまして、本来であれば、ここのエリアに収めたかったんですけれども、見事にボルトの固定場所が特に見当たらなかったんですね。整備性とかできるだけ落としたくなかったので、それであるならば、ここのエリアって基本的に特に触ったりとかしないので、ここにステーをですね、L 字でつけて、で、ちょっと一点なんで不安定なんですけれども、ちょっと硬めのステーを使ってですね、それでここに接続しようかなと思います。苦肉の策ですね。ここの隙間もとりあえず全部カバーで塞がってるんではなくて、バンパーとフェンダーライナーの間もありますので、音なんかは特にこもることもなく出てくれると思います。そしたら、ボルトを刺して、この位置がいいかな。とりあえずここに留めたいと思います。はい、これで完了しました。多分、フグランプの干渉も大丈夫だとは思います。残るは、取り付けに関しては、このプラスとマイナスの配線をつなげたいと思います。ちなみに車体側の配線は、こちらホーンのプラスの配線なんですが、平型端子なので赤い配線は平型端子。そしてマイナス側の黒の配線は、こちらは車両側の方から配線は出ていないので、ボディーアースをするために丸型端子を使いたいと思います。絶縁のために先に熱収縮チューブを通しちゃいます。この部分を引っ張ります。それで配線が出たらですね、ちょっと長いので、せっかくだったら半分に折っちゃいましょう。電光ペンチで閉じちゃいます。これでできて、この部分をライターで炙ります。ちょっと私の思惑とは違ったので、私は本来ここを被せようと思ったんですけども、よくよく見てみたら、これ差し込むタイプだったので、被せようがないんですね。それなのにちょっと太かったんですが、実際はもっと細くてもいいと思います。それでこれを刺します。ただちょっとこうやってガバガバな状態なので、中側をですね、ちょっと細いもので、ここの間をですね、ちょっと狭くしようと思います。はい。これで簡単には抜けなくなったので、これでいいと思います。そしてこちらのマイナスに関しては丸型端子を取り付けます。こんな感じでできました。そしたらこのボディアースは、こちらの近くのユニットのここの部分にかませたいと思います。いかがでしょうか？これ、車検通るぐらいのレベルの音ですね。そんな大爆音ではないです。そしたらね、配線の周りを整えて、バンパーとか取り付けていきましょう。今ですね、取り付けようと思ったんですけども、やはりですね、こちらのボグランプが思いっきりここに干渉して、ちっともバンパー収まりそうにありませんでした。
それなので、じゃあどうしようかということで、もうここまでやっちゃったんで、面倒っちゃ面倒なので、このバンパーの裏側見ると、このフォグの上は結構クリアランスあるんですね。このヘッドライトの下側も比較的スペースがあるので、このステーをここの穴に通して固定しようかなというのをちょっとやってみたいと思います。ワゴン R なんかだったらね、ここら辺もバッチリヘッドライトで埋まってしまってるんですけども、スティングレイはここのスペースがあるので、ここにちょっと収めてみたいなと思います。さあ、とりあえずですね、本をここの位置からこの位置に上げてみました。2、30センチ上がったので、これでおそらく干渉しないんじゃないかなと思います。これで取り付けてみましょう。よし。全然問題ないですね。全く干渉してません。こんな感じで簡単ですよ。ということで、これで一旦車両の方を戻していきましょう。さあ、こんな感じでですね、ちょいのちょいで簡単に本はね、取り付けることができます。本の形状、そして車体の形状の組み合わせによってですね、どこにつけるかっていうのは変わってくると思います。で、スティングレー乗られている方は、こういうラッパ式のものであるならば、あのような位置につけてはいかがかなと思います。30分ぐらいで終わる予定だったんですけど、あの位置変更で1時間ぐらいかかっちゃいました。こんな感じで、音は先ほどのような感じで、車検も通るぐらいの音量で、うるさすぎず、静かすぎず、個性があっていいんじゃないかなと思います。これがですね、当時2000円ぐらいで購入できましたんで、今だったら3000円とかそれぐらいになってるのかもしれないんですけども、それでも普通のダブルホーン買うよかは値段も安く抑えられるし、しかも配線2本だけで済みますので、それであるならば、こんなホーンなんかもありなのかなと思います。これで譲ってもらった時とか、挨拶のね、ホーンを鳴らせるんじゃないかなと思います。本当は鳴らしちゃダメだけどね。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。このスティングレイ、久々の登場でしたけども、これからなので、ぜひ、チャンネル登録や高評価、コメント、またはハイプをですね、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。手汚くてごめんなさい。さあ、走り行こう。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が焼き渡るライバルたちを刻みにビート感高なカンカン心臓が高ってるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしまうこの道ダイナミックなビートに乗せて輝感が体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音なぎとするビートが心を打つ峠の茶へとなく夜の闇を切り裂いてチェンリーを掴むその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾む街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の炎が燃えるこの瞬間を永遠に胸の中で走り続け